私は梅、ネットで目にする〇〇日記をずっと何かの2期だと思っていた女の子。この子はミカちゃん、2期の名作といえばエイリアン2な女の子。この子はアラちゃん、2期が出てくる頃には1期を思い出せないから見ることを諦めてしまう女の子。敵との最終決戦の末、一度は完全にリセットされた梅田バース。少しずつ復興が進み、元の姿を取り戻してきたということで、久々にこっちの世界で会うことになったのでした。ミカちゃん、久しぶり。梅、元気そうやな。アラちゃんも久しぶり。エンドウ豆とグリーンピースは同じもんなんやで。いや、久々の再会の第一声、ほんまにそれで合ってるか？どうもこれまでアホに見られてる節があったから、これを機に豆知識言うキャラになろう思ってな。いや、豆知識って豆の知識のことやないからな。なんやて。アラちゃん、1話やからって何でもしてえわけやないで。梅はあんま1話とか言わん方がええで。でもこうやってまたこっちの世界で会えたね。なんか知らんけど記憶もなくならんかったし。結局リセットされるってあれなんやった？謎よな。元の世界に戻っても普通に全部覚えとったし、あの根性の別れムーブは間違いなく黒歴史と呼んでもええやろ。まあなんかええ感じになってくれてよかったよね。いまいち腑に落ちんけど、今はそういうことにしとこか。せやけどうちらがこの世界を救ったわけやからな。英雄になってしまったついでに次の市長選にでも立候補しようかな。アラちゃんが市長になったらいい意味で街が終わってしまいそうやね。いい意味でおつけともあまりある悪意を感じたんは私だけか？それはそうと、トリムちゃんはなんか新人魔法少女として面接に行ったらしいねんけど、落ちたらしいで。だってトリムちゃんも一緒にこの世界を救ったのに。トリムちゃん緊張しいやから人っていう字を書いて飲み込んでたらしいねんけど、やりすぎてお腹いっぱいで面接中に寝てもうたらしい。いや、聞いたことない不採用理由。人っていう字にカロリーないやろ。そうなんや、残念よね。今はどうしてるん？なんかインディーズで魔法少女してるらしいで。いや、そんな活動ないやろ。どういうモチベーションなんや。うちらもうかうかしてられへんな。よっしゃ、ほな魔法少女再始動ということで、最新の串カツ市場調査でも行こうか。ちゃんと働かんかい。この声はハトちゃん、久しぶりやな。わあ、ハトちゃん、またこっちの世界でも会えるなんて。でもこんなとこで何してんの？おい、それやねんけどさ。どうしたん？あんたら3人、魔法少女クビやって。私はミカ。家族会議であろうと徹底的に論破してしまいがちな女の子。この子は梅。AI 音声認識サービスにすら自分の意見をはっきりと言い出せない女の子。この子はAI を論破してやろうと不毛な会話で一日を浪費してしまう女の子。そんなうちらはハトちゃんを救い出すべく敵のアジトに潜入したんやけど、新たな敵の幹部ピースロンパーが立ちはだかってしまい、このままじゃハトちゃん返してもらえへんよ。どうしよう。もうこうなったら戦うしかないやろ。せやな。じゃあ腕利きの弁護士探してみるわ。他力本願が過ぎるやろ。魔法少女がただの仲介人になり下がるなんて前代未聞やで。それなら私とディベート対決をするというのはどうだい？めっちゃ楽しそうや。いや、レクリエーション感覚で参加するもんちゃうのよ。もう少し慎重に物事考えや。お前たちが勝ったらピースメーカーは解放してやろう。さあ、誰でもいいわ。かかってきなさい。よっしゃ、ここはうちに任しとき。では最初のテーマはこちらよ。高校卒業後は進学するべき？就職するべき？進学派、就職派、好きな方を選びなさい。そんなん就職に決まってるやろ。勉強なんてしてない。いいわ。では私は進学派として意見させていただくわ。進学することで様々な経験を得られ、将来の選択肢も増える。つまり将来の可能性が広がるということよ。それに勉強が嫌だと言うけれど、社会に出たって勉強は必要よ。むしろより重要になると言っても過言ではないわ。新しい知識を得ることを放棄する人間は世の中から取り残されていくだけ。そんなの寂しいと思わない？確かにせやな。うちもそう思うわ。あらがえや。就職しても将来の可能性は無限大や。どうやら私の勝ちのようね。なんて手強い相手なんや。さすがのトークスキルといったところやね。技量を判断できるほどの応酬もあれへんかったやろ。3下を相手にサービスエース決めとっただけやからな。さあ、次はどちらかしら？じゃあ次は私が。ハトちゃん、すぐ助けたるから待っててね。梅、頑張りや。続いてのテーマはこちらよ。人として正しいのは正義キャラ？敵キャラ？あなたはいかにも自分を正義だと思ってそうね。正義キャラ派にする？じゃあ私から。敵キャラは街を破壊するやろ。あれは非人道的な行い以外の何者でもないと思うんや。
でもそれを言うなら正義キャラも敵を倒すという名目を盾にして街を破壊することもあるわよね。これは俗に言う論点のすり替え。本来の問題に対する答えにはなっていないという論証や。あの例のやつな。それに敵キャラだっていい人間は存在するわ。あなたが救おうとしているピースメーカーだってそうでしょ。今度は早まった一般化。少数の個別事例から一般論として妥当でない結論を導く手法。うちもそれやと思ってたわ。でも敵キャラは世間様に嫌われてるやろ。それはこれまでの行いが積み重なった結果やと思うんや。なら敵キャラが滅びればいいの？それだと正義キャラの存在意義はなくなってしまうし、転職を余儀なくされてしまうわよ。出たわら人形論法。本来の趣旨とは異なる主張にねじ曲げて反論する論法や。適当な愛の手いらんねん。絶対分かってへんやろ。でもよく考えてごらんなさい。そこまで敵キャラを悪だと断罪するのであれば、ピースメーカーを助ける必要もないんじゃないの？最後の最後で至極真っ当な土星論振りかざしてくるやん。どうやらまた私の勝ちのようね。なら私も敵キャラになってハトちゃんの仲間になります。いや敵に寝返らんといて。それも論点すり替わってんねん。私は梅、体育終わりに使う制汗剤の蓋をいつでも交換できるよう大量に持ち歩いてしまう女の子。この子はミカちゃん。スポーツは漫画で楽しむのが一番だと思っている女の子。この子はアラちゃん。いつか大谷を超えたいと思っている女の子。楽しい時間はあっという間で、いよいよ体育祭も最終競技となったのでした。最後はクラブ対抗リレーやって。クラブ対抗。そういえば私たちの学校ってどんなクラブがあるんですか？私、学校のことはあまり知らなくて。いや、私らもあんま知らんのよ。そうなんですか？確かにあまり学校にいませんもんね。出席日数ギリギリでいつも生きていたいからな。そろそろ始まりそうやね。それでは出場クラブを紹介します。第1コース、セバタクローブ。昨年は全国大会に出場しました。へえ、そんな部活あったんですね。しかもしっかり結果残してるんやな。第2コース、テニス部。今年はドイツの強豪校と合同合宿を行いました。何？ヘディスープ？第3コース、クップ部。カストピンナーをクップとキングめがけて投げる毎日です。いやマイナースポーツ盛んすぎるやろ。カストピンナーをクップとキングめがけて投げる青春って何？第4コース、野球部。一応ベタな部活もあるんですね。野球部は今年新入生が入らず、唯一の部員である3年生は助っ人の当日キャンセルにより危険でこの夏を終えました。休みより短い夏。メジャー部活が不人気すぎるやろ。第5コース、ホースボール部。ホースボールな。知ってるんですか？なんやその馬に乗ってなんかボールをゴールに入れる的な。きっと。いや説明適当すぎるやろ。ホースボールは乗馬を行いながら球技を行うスポーツです。いや当たんのかい。今年は新入部員が90人入りました。ほんで強豪なんかい。第6コース、行けたら行く部。他の部活の助っ人に行けたら行く活動をしています。いやさっきの野球部負けたんあんたらのせいか。最後の夏くらい行けたら行ったらや。なんや、うちの学校変なクラブばっかりやな。まあそれぞれに青春があるんやろ。私らには無縁やけど。よし、じゃあ私たちも行きますよ。行くって？何とぼけてるんですか？入ってくれたじゃないですか。え？ほら。いやなんで私副部長やねん。特攻隊長って何すんねん。でも皆さん署名を。めー。いや、トリムちゃんが困ってたからさ、名前書くくらいはいいかなって。まあええか。せっかくの高校生活やし、どんなことでも綺麗な思い出になるやろ。で、何の部活なん？それは。第9コース、超常現象解明部。新入部員が3名増え、今日も梅田の怪異を解明しています。いや、黒歴史か